Frohe Weihnachten! Feliz Natal! と24のソフィーです。もうすっかり外は冷え込み、クリスマスの時期ですね。ドイツは例年より暖かいようで、連日マイナス5度を想定してね、覚悟してきてねと言われて移住してきたのに、なんだか拍子抜けをしています。さて、ドイツのこの時期といえば、クリスマスマーケット。昨年はですね、前職の繁忙期の真っ只中、翌年の期首予算とか、今年度最後の最終見通しとか、そういった予算を先輩たちと一緒に作っている中、休みをですね、なんと12日間も入れて、確か20日あたりからドイツに来ました。会社から直行しなきゃいけなかったので、10時になったら大きなスーツケース持ちながら、リュック持ちながら、成田空港に向かったのを思い出します。その時は心の半分ぐらいは申し訳ないなと思いながらも、ホームオフィスとかにしてくれとか考えていたんですけれども、そんなわがままは通用しないので、帰国した後1月2日出勤をしてやり残した仕事を終えました。こんなに必死でドイツに向かったにもかかわらず、クリスマスマーケットの時期が12月20日で終わってしまうんですね。私はそのリベンジとしてフランクフルト市街のクリスマスマーケットに行ってまいりましたので、今回はそちらをご紹介しようと思います。地域に根ざしたいわゆる田舎のクリスマスマーケットの入り口からどうぞ。ここはフランクフルト郊外のクリスマスマーケット。どことなく日本の近所の夏祭りを思い出してしまいました。甘酸っぱい夏の思い出、ドイツの冬に感じてしまうという、本当に私の感覚、どうかしてますよね。そしてクリスマスマーケットといえばこちら、ホットワインを飲まないと始まらないという感じはありますが、フランクフルトらしく、台にはホットリンゴワインも並んでいました。そんな期間限定、地域限定の誘惑には負けず、私は王道のホットワインをいただきました。こちらは豚の丸焼きです。これはここの名物だから、と言われいただきました。美味しいけれど肉臭さが独特というか、毎日は食べられないけど年に1回ぐらいだったら恋しくなるなという感想です。面白い雑貨屋さんもいろいろと出ておりました。こちらはホットワインの帽子ですね。可愛いですが、この頭のところにホットワインを入れてこぼれないのだろうかという疑問は浮かびます。あとはドイツといえば言葉遊び。ドイツ語を学んでいて一番面白いなと思うのが、言葉を巧みに使った冗談が存在しているところです。こちらのクリスマスマーケットでもいくつか見つけましたのでご紹介いたします。まずはこちら。Denken ist wie Google, nur krasser。考えるということはGoogle で検索するよりも強烈、検索するよりももっと考えた方が自分のためになるという意味が込められています。ドイツ人らしいですね。そしてお次はこちら。Wir mussten die Kinder weggeben, die Katze ist allergisch。普通は猫のアレルギーがある子供を保護して猫を少し遠くに置くということを考えると思うのですが、こちらの標識には子供のアレルギーがあるから猫を保護するというようなことが書いてあり、すごく面白いなという印象を受けました。そして大変興味深かったのは、開催者の庭が開放されていて、そこに飲食店が並んでいたことです。最後に行き着いたのは何といってもクレープ屋というのも、あっちを見てもこっちを見てもクレープ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 ってもともとフランスのものだったよねという感じではありますが、クレープ屋が異様に多かったんです。そしてヌテラ、テヘール社がドイツでの販売で大成功しているとはいえ、まだイタリアの会社ですよね。ドイツ要素どこ？こんな感じで今回はドイツの田舎のクリスマスマーケットに足を運んできました。当日は大雨だったこともありまして、上着を着ていったのでロマンチックな気分にはならなかったんですけれども、とにかく可愛い雑貨とか可愛らしいお店とかが多かったので、行くだけでテンションが上がりました。市内のものと田舎のクリスマスマーケットではちょっと違う点がありまして、例えば田舎のクリスマスマーケットでは、クレープは別としてドイツのものが結構多かったんですよね。市内のものは人が多いということもありまして、意外とトルコ系とかアフリカ系とかちょびっとアジア系のものも置いてありました。もし来年のこの時期にドイツに来ることがあれば、ガイドに載っているお城や市内のクリスマスマーケットだけではなく、ぜひ田舎のクリスマスマーケットにも足を運んでみてくださいね。それではまた次回、素敵なクリスマスと年末年始を。チューイジャーホー。